はい、皆さんこんにちは、石野果歩です。今回はプロの書家も後悔、もっと早く知りたかった楷書の古典3選というテーマでお話をしていきます。今まで私の YouTube チャンネルでは数多く古典についての動画配信させていただきましたよね。古典に興味が持てましたとか、実際取り組んでみましたっていうお声数多くいただいて本当にありがとうございます。視聴者の方から最近よくお悩みとしていただくのが、いろいろ古典触れてみたんだけど結局筆法が混ざっちゃうよとか、学べば学ぶほど頭がもう混乱してきちゃって、もう結局初心者の私は何をやればいいんですかっていう風に聞かれることが多くなったんですよね。なので今回はこれまで紹介してきた古典、初等の三大家とかですよね。応用順の九星球霊泉銘ですとか、愚星南の孔子平等比、貯水量の眼頭小教助などですね。加えて唐の眼神経、多宝頭皮とかも今までおすすめさせていただいたことあると思うんですけれども、この4名といったら全く筆法違うから混ざっちゃう気持ちは本当によくわかります。だけれども今日紹介させていただくのはこの4名の楷書の古典とはまた別のもの。私自身がもっと早くこの楷書に触れていればこんなに自分自身も迷いが生じなかっただろうなとか、もっと早く自分の楷書のスタイル確立できただろうなって思う古典3つになります。一つ目は隋の時代の智恵という人物が書いた真草千字文。真草千字文ですから、真が楷書のこと、草が草書のことだから、2つの書体がずらっとこうやって並んでるんですけれども、これの楷書めっちゃおすすめです。智恵の真草千字文は普通は草書を覚えるための教科書として皆さんイメージ持たれてると思うんですね。なので草書を覚えたいよっていう方がこれを使って学習することによって隣に楷書があるから超便利、覚えやすいっていうメリットのある古典になります。草書で知ってる方は多かったんじゃないかなと思うんですけど、今回私がおすすめしたいのはこの智恵の楷書。これやばいです。唐の時代の話さっきしましたよね。4人いましたよねっていう話。楷書がこう完成形になる一つ前の時代、隋の時代の楷書体です。じゃあ未完成だからあんま学ばない方がいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、唐の時代の先駆けとなる楷書っていうことはこの4人が影響を受けたであろう書体なんですよね。この智恵の楷書さえずっと学んでたら迷うことなく楷書が学べるんじゃないかなというふうに思うっていうのがまず一つ目で、二つ目の理由がこの智恵実際書いてみるとよくわかるんですけれども、ものすごく自然な筆使いなんですよ。というのもこの智恵の真草千字文実は800冊も書かれてるんです。そのうちの1冊ということもあって、書道では疎追っていう専門用語を使うんですけど、疎追の書といって肩の力を抜いてもうリラックスして書かれてる自然体の楷書体なんです。力入って一生懸命書きましたっていう楷書じゃないから、ものすごく筆使いが柔らかくて取り組みやすいっていうのがありますね。人間味があるっていうか、本当に筆で書いた温かみのある楷書が学べるっていうのが2つ目ですね。で、3つ目の理由があるんですよ。太い細いの変化がとっても豊かで表情豊かな字になるっていうこと。これはもう書いた人にしかわからないけど、字がまとまるような位置にちゃんと太さを置いている。例えば口っていうパーツ一つとっても文字の中に口っていうパーツ入ることあるじゃないですか。一番上の方角が一番太かったりしますからね。そうすることによって中心に急進的に集まる力が働いて、そうやって文字ってまとめていくんだっていうのが嬉しくなるぐらい実感得られるんですよ。あれを学んだ後の自分の楷書って言ったらもう超綺麗ですから。この3つの理由で私はこの智恵の真草千字文の楷書、新書の方を進めたいなというふうに、思っています。ぜひ皆さんもやってみてください。続いて2つ目の古典の紹介です。じゃじゃん。これは今までも私 YouTube で紹介したことありますよね。王羲之の楽器論です。東晋の時代だから、もうさっきの隋時代よりもっと昔ですよ。王羲之の書、信用できますよね。初世の王羲之ですもんね。だけどちょっと待ってください。王羲之って言ったら本物が残っていないっていうことでも有名ですよね。じゃあこの王羲之の楽器論誰が書いたの？貯水量なんですよ。唐の三大家のうちの一人に数えられる貯水量の文字なんです。もちろん王羲之の楽器論を模写したものになりますから、王羲之に限りなく近い筆法で書かれているっていう、そこの信用はマックスですよね。で、偽物じゃんって思うかもしれないんですけど、貯水量の実力っていうのはもう本当にすごいし信用できるものがあるんですよね。だから私こうやって皆さんに自信満々でお勧めしてるんですけど、筆法一つとってもやばいですから。王羲之って言ったら筆の360度の面使って書く巧みな筆法っていうところですごいって崇められてる人なんですけど、それで有名なので言うと蘭亭書っていう行書の古典とかですよね。だけど
会社もマジですごいからっていう。しかもランテージもあれ大岸の本物じゃないのにあんなに崇められてるじゃないですか。楽器論も同じように崇められていいと思うけどなって私は個人の見解として思ってるわけですよ。この楽器論から学べることっていうのはすごくいっぱいある。一番おすすめポイントは面の切り替え。会所でそれが学べるっていうのはすごく大きいし、後の隋の知恵だとか、隋の知恵は実は大岸の子孫ですからね。7代目の孫ですからね。大岸の影響を受けている初頭の三大家なわけじゃないですか。だから大岸の解消を知るってすごい大事なことなんて私は個人的にはすごく思うんで、それがおすすめしたい2つ目の理由ですよね。で、あとはパッと見た感じどうでしょう皆さん。めっちゃ字綺麗じゃない？普通古典の字って難しい形の取り方してんなとか感じることが多いと思うんですけど、大岸の楽器論についてはスッと入ってきません？もう見慣れてるみたいな。これが実はポイントなんですよ。大岸の楷書、大岸の行書、これなんですごいかって言われてると、もううちら洗脳されてそれが普通に見えるから。そのぐらい影響力の強い字ですよっていうことで、やっぱり本質は大岸なんだなっていうのを感じていただけたかなと思います。これが3つ目の理由ということで、隋の知恵にも初頭の三大家、この3名にも影響を与えたっていうところから、いろいろ手をつけるんだったら、もう根本の楽器論に戻ろうよ。これ1本だけやっとけば十分でしょっていうのが私の考えです。これをひたすら1年間やるぐらいのつもりでやったらすごく身につくとも思いますし、いろいろ迷ってしまうっていうこともなくなるかなと思うんで、ぜひ試してみてください。はい、それでは3つ目の古典の紹介です。こちらです。隋の時代の美人投資母子名ですね。こちらは実は石に彫ってある楷書なんですよね。こういうの石刻文っていう風に言います。隋の時代っていうと知恵が生きた時代と被るんですけれども、全く違った書風なのお分かりいただけるでしょうかね。石に彫ってあるからキリッとしてますよね。このキリッと感っていうのがみんなにおすすめしたい理由なんです。北魏の楷書って皆さん聞いたことありますかね？北魏の楷書ってものすごく力強いっていうのが特徴。これをブラッシュアップさせた書体が当美人母子名のこの漢字なんですよね。かなり洗練されてますよね、この時点で。隋の時代の石刻文の中でも一番綺麗です、私が思うに。何が言いたいかっていうと、線が磨けますね。線が弱いとか、自分が習ってる先生に線もっと鍛えましょうとかって言われる方にほど、唐の時代の楷書よりまずはじめにこの隋の美人投資母子名、これを習っていただくことによって力強い線が習得しやすいです。起筆の角度にポイントがあるんですけど、これ以上話すともめっちゃ長くなるんで、興味のある方は私の小学校に入ってほしいんですけど、とにかくこれをやることによって強い線が磨けるっていうことを言えるので、おすすめしたいなと思っています。そして2つ目の理由が横幅ですね。字の横幅があるっていうことは字に拡張があるとも言えるんです。これイコールなんです。もちろん寸胴だったらダメですよ。くびれとかもある中でちゃんと幅効いてる部分が1箇所あるとかっていうのがすごい大事なんですけど、その要素がしっかり含まれているから、拡張高さっていうのはもうピカイチなんですよね。なので、古典の趣とか、古典の匂いがする章とかに憧れてる方にほど、ぜひこの古典触れてほしいなっていうふうに思っています。それから3つ目の理由が、起筆の表情が豊かっていうことですね。さっき起筆の話したんですけど、鋭い起筆ばっかじゃなくって、普通にこう45度ぐらいで入るものがあったりとか、いろいろなんですよ。線の表情の豊かさを学べるっていう点でも、ピカイチですね。この3つの理由で私は皆さんにこの古典ぜひやってほしいなというふうに思っています。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回紹介させていただいた古典3つは、知恵の新草千字文の新書の方と、大岸の楽器論、それから隋の時代の美人投資母子名でした。どれも違った雰囲気なので、お好きなものがあれば、ぜひ学んでみてください。今回紹介させていただいた古典というのは、今、いろいろ手をつけて、楷書結局何やればいいのかわかんなくなっちゃったっていう方向けに紹介させていただいたものになりますので、ごちゃ混ぜになりやすい方とか、いろいろ学びすぎて今時系崩れてきちゃってんですよみたいな人は、ぜひ一本に絞って学んでみることをお勧めしたいなと思います。もちろんこれは筆法が混ざっちゃうとか悩みを抱えている方向けの動画であって、実際にはいろんな古典を知ることの大切さもありますし、いろいろやった方が伸びる方っていうのもいます。一つに絞った方が伸びるタイプと、いろいろやった方が伸びるタイプ、この大体2つに分かれるんで、自分がどっちのタイプかなっていうのを判断していただいて、ぜひですね、自分に合った学習方法で進めていただければなというふうに思います。今回の動画いいなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。動画の感想もコメント欄の方にお待ちしております。それではまた、さようなら。私の書道学校。
書道で人生を豊かに。